済んだもんなのだ。今日はレバノンのニュースを3問、わかりやすく案内するのだ。ちなみに国名、レバノンは、セム系言語の語根、LBN、白が由来で、雪をいただくレバノン山脈の白さを指した名前だと言われているのだ。一押しは2つ目、解雇、中東の戦争、レバノンに吹く変化の風、そして、ロリアン、ル、ヒュール、2025年の様々な表情、なのだ。大統領選出や首相指名、中央銀行総裁の就任、自治体選挙の実施、軍の計画の発表まで、国内の動きが一気に進んだ1年を振り返るのだ。レバノンは東地中海に面した小国で、首都はベイルートなのだ。古代から交易で栄えび、フランス委任統治を経て1943年に独立したが、宗派ごとに権力を分ける議会制、コンフェッショナリズム、なのだ。人口はおおむね600万、700万人で、銀行、サービス業や観光、農業が主要産業、料理や音楽など文化が豊かなのだ。近年は深刻な経済危機や通貨下落、政治的不安や多数の難民受け入れが大きな課題として注目されているのだ。一つ目のニュースなのだ。アンソニー・サムラニの社説、イスラエル、アラブ首長国連邦、UAE、軸、あるいは MBS の新たな悪夢、という記事なのだ。2025年末、中東でアラブ首長国連邦のムハンマド、ビン、サイードが、イスラエルとの同盟をてこにイエメンやスーダン、ソマリランドなどで勢力拡大を進めたのだ。その結果、サウジのムハンマド、ビン、サルマンは、自国の安全保障と地域安定構想が脅かされたとして、アブダビに24時間以内のイエメン撤退を公に突きつける異例の事態になったのだ。これは湾岸諸国間の対立激化と、米国の影響力低下の中で台頭する、イスラエル、UAE 軸が、サウジにとって新たな悪夢になりつつあることを示しているのだ。サウジは脱石油と自立した地域大国化を目指すが、依然として米国と軍事力への依存が大きく、イスラエルとの関係正常化なしに目標達成できるかは不透明なのだ。二つ目のニュースなのだ。解雇、中東の戦争、レバノンに吹く変化の風、そして、ロリアン、ル、ヒュール、2025年の様々な表情、という記事なのだ。2025年、レバノンと中東では大きな転換が続いたのだ。レバノンでは1月9日にジョセフ・アウンが大統領に選出され、2年以上の空白が終わったのだ。続いて国際司法裁判所長だったナワフ・サラムが首相に任命され、3月にはカリム・スハイドが中央銀行総裁に就任したのだ。5月には2022年から延期されていた自治体選挙が全国で実施され、9月にはヒズボラ武装解除を含む軍の5段階計画が発表されたのだ。11月末から12月初めには、アメリカ人の新教皇レオン14世が訪問し、聖シャルベルの墓や2020年8月4日のベイルート港爆発現場で祈りを捧げたのだ。式記では、トランプアメリカ大統領就任後、2月に PKK 指導者オジャランが組織解散と武装蜂起を呼びかけ、6月にはイランとイスラエルの12日間戦争が起き、米軍がイランの主要核施設3カ所を爆撃して停戦に至ったのだ。9月から10月にかけては、多数の欧米諸国がパレスチナ国家を承認し、ガザでは733日間で6万7千人が死亡、建物の 78% が破壊された末に、イスラエルとハマスがトランプ案の第一段階で停戦に合意したのだ。シリアでは12月8日に新しいシリア誕生1周年を迎え、アサド体制崩壊後、アフマド・シャレフ政権が制裁解除やトランプとの会談など前進を見せつつ、国内再建とレバノンとの懸案処理という大きな課題に直面しているのだ。3つ目のニュースなのだ。イエメンの地域的緊張、分離派が譲歩も、リヤドは不十分と判断、
という記事なのだ。イエメン南部で分離独立を目指す南部移行評議会 STC が最近制圧したハドラマウト州とマフラ州などの地域にサウジアラビア支援の政府軍を受け入れると表明したのだ。しかし STC は依然として南部国家の復活に決意を示し、占領地からの撤退は拒否しているのだ。リヤドは満足するのは STC がハドラマウトとマフラから完全撤退した場合だけとして、この情報は不十分とみなしているのだ。STC を支援するアラブ首長国連邦とサウジの対立も表面化し、長年フーシ派との内戦で疲弊したイエメン情勢をさらに不安定にしているのだ。中東は勢力再編と不安定化が進み、レバノンも経済、政治課題に直面しているのだ。スンダモンは地域の安定と国民の安全を祈りに守るなのだ。こんにちはなのだ。この番組では世界のあまり知られていない国や地域からちょっと不思議でちょっと感動するニュースをお届けするのだ。日本ではあまり話題にならないけど、世界には僕たちが知らないままの出来事や優しさや驚きに満ちた物語がたくさんあるのだよ。テレビでもネットでもあまり見かけない。けれど本当はもっと伝えられるべき小さな世界の声。そんな声を僕と一緒に見つけに行くのだ。さあ、一緒に知られざる世界の旅を始めるのだ。